と厚めに行き過ぎたかな。いつもWCワークス TV ご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。Hi guys, it's WC. Thanks for watching my video. このチャンネルでは誰にでも簡単に車をきれいにできる方法やことをお伝えしておりますので、チャンネル登録お願いしまーす。いくぞ New Web 予選 OS とかはい、ということで、今回はですね、ちょっとした DIY というか、まずはですね、こちらを見ていただきたいんですが、はい、こちらですね、少し前の動画で、宮城のね、失敗例っていうことで、宮城に宮城いて、宮城倒してですね、サフは愚か、この辺に関してはもうね、その下のね、鉄板まで見えるぐらいまでね、磨いちゃったんですよね。で、これをですね、このまま放っておくと、ここ金属なので、ここから錆がね、発生して、前に広がってきてしまいます。こんなはずでは。なので、今日はね、こいつを補修していきたいと思います。やるじゃないか。で、最初に言っておくと、以前にも一回板金塗装のね、動画アップしてるんですけど、その時にも言ったんですけど、僕板金塗装は素人です。なので、素人が DIY でやる作業みたいな感じでね、ご覧になっていただければなと思うんですが、よろしく頼む。補修するにしても、僕がまず素人ってことと、あとね、この軽トラも17年落ちで古いんですよね。そして農業で主に使っているので、この辺とかもそうなんですけどね、もう傷みに傷んでます。なので、簡易的なね、塗装で、錆が発生しなければいいぐらいの感じなんでね、そういう感じで作業を進めていきたいと思います。で、今日はですね、そんなね、簡易的な作業にぴったりの道具も登場しますので、ぜひですね、最後までご覧になっていただければと思います。よろしくお願いします。ということで早速、Let's get started! はい、では作業を始めていきます。さあ、行くぞ。作業の流れなんですけど、傷の部分はね、ここになります。なので、この傷の部分とその周りをですね、塗っていくことになります。で、今回、傷の部分はですね、なだらかになっているので、縦埋めはしません。やった。なので、足付けしてね、塗装するっていう風な形になります。まずは足付けを800万のね、サンドペーパーで入れていきます。水溶きでいきましょうかね。くらえ。足付けはね、広めにね、入れておきます。はい、こんなもんかな。で、汚れを取って、はい、800番でのね、足付けが終わった状態です。わかりにくいですけどね、この辺のね、映り込みでペーパーがこう入っているのがわかるかなと思います。そこ。これぐらいね、入れてます、範囲的にはね。続いて出し剤で脱脂をしていきます。脱脂をすることでこれをね、食いつきが良くなります。やるじゃないか。次にマスキングをね、していきます。いくぞ。で、ここにですね、このゴムのね、部品があります。で、ここには塗料をかけたくないのと、あとここにですね、もうそもそもプレスラインというかね、段差がついちゃってるんですよね。なんで、ここを利用して、もうこのね、線から下、こっちからですね、をマスキングして、ここをね、境目にしたいと思います。で、新聞紙をね、つけておきましょうかね。こうしたらね。本当はね、マスキングペーパーみたいなの使う方がいいんでしょうけどね。続いて、いよいよですね、塗装に行きたいと思います。さあ、行くぞ。で、通常だとね、
次行くのって、密着の行ってからサフェイサー拭くか、もしくは足付けもしっかりできてる場合は密着の使わずにサフ行くかって感じだと思うんですけど、今日はですね、そのどちらでもないこちらガチ塗りプライマーっていう、これをねちょっと今日は使っていきたいと思います。でこちらですね、どういう商品かというと、これメイドインジャパンってね書いてあるんですけど、日本の企業さんが作った商品で、プライマーって書いてある通りですね、塗装前にね使うものです。で、素材塗料選ばず何でも塗れるっていうことで、なんでイメージ密着炉みたいな感じかつ、この後いきなりね塗料塗れるんですね。裏にも書いてあるんですけど、なのでサフェイサーの役割も果たすと、一本でですね。なので、今回みたいなもうざっくりとした補修でいいよっていう方にはかなりですね便利な商品じゃないかなと思いますので、今日はこちらを使っていきたいと思います。よろしく頼む。捨て拭き、いきます。くらえ。こんなもんでいいんじゃない？こんなもんですね。はい、これで一旦乾燥させます。乾燥時間は15分ですね。20度だと15分ってなっているので乾燥させたいと思います。はい、15分経って乾燥が終わったので、続いてね次の工程に入ります。行くぞ。ガチ塗りプライマー振ってるので、サフェイサー不要なんで、次はねもうカラー塗装に入るんですが、通常のサフ拭いた後だとカラー塗装行く前にもう一回ペーパー当てないといけないんですけど、これのいいところはサフェイサーいらないだけじゃなくペーパー掛けも不要なんですね。なのでこの後乾燥が終わればすぐカラー塗装に行けます。なのでね、そういう意味でもすごく楽ちんな塗料になってます。やるじゃないか。でカラー塗装を使うのはソフト99のボデーペンですね。定番商品ですね。色はスズキのねソリッドの白スーペリアホワイト26の U ですかね、カラーコードになります。でこのカラーはクリアがないので、もうこのねカラー塗装の工程で終わりになります。やった。ではやっていきます。手拭きをくらえ。一回こんなもんで乾燥させましょうかね。乾燥時間は10分になってます。はい、では10分経ちましたので2回目拭いていきます。今ですね2回目の乾燥が終わった状態なんですけど、まだですね若干ね下がうっすら見えてるんですよね。ありますかね。これは強敵だな。光の角度によってはわからない場合もねあるんですけどね、ちょっとまだ気になるのでもう一回ね白を拭きたいと思います。多分これで次もう一回塗ったらねいけるんじゃないかな。はい、3回目の塗装が終わって乾燥もねしたところです。やりました。こんな感じですね。下地はもう完全に見えなくなったのでいい状態じゃないかなと思います。ただですね、このね塗ったところっていうのは当然ツヤがね出てるんですが、ぼかしたところですよね、こういうところそことか
こっちもねこういうところそこがやっぱりこうザラザラしちゃってるんで、これをねなじませるためにも、あとこのね、縫ったところにもねちょっとブツ噛んだりしてますし、ツヤもねちょっと足りないので、この後はですね磨きの作業をやって仕上げたいと思います。行くぞ。ただし塗料にもね書いてあるんですけど、仕上げのね磨き等を行う場合は1週間は乾燥させてからっていう風に書いてあるので、今まだこれ縫ってからね 2,3 時間しか経っていないので、改めて1週間後にね磨きの作業をやっていきたいと思います。はい、1週間経ちましたので仕上げのね磨きをやっていきます。まずはですねサンドペーパーでこの辺のねザラザラなっているところを研磨していきます。そして同時にブツもね噛んでるので、それもね取っていきたいと思います。範囲としてはですね、ミストが飛んでるところ、この辺ぐらいかな、この辺ぐらいまで飛んでるので、ここをね当てていきたいと思います。もう手にねつきますが、ソリッドなんでねクリア吹いてないので、すごい。じゃあやっていきます。くらえ。もうこれはねドライでいきますね。続いてねポリッシャーで磨いていきます。今日使うのはギアアクションポリッシャーにウールバフ、毛足はこれはショートです。ショートのウールバフにザワンのねコンパウンド使って磨いていきます。もうソリッドの白ですし、簡易的なね補修ってことで、この1回の磨きで終わらそうと思ってます。これで磨いて一瞬で取れたら面白いんですけどね。こんなはずでは。よし、いきますか。くらえ。はい、磨きが終わりました。こんな感じでございます。やりました。このねあったザラザラがなくなりましたし、ブツもねほとんど取れたんですよね。この辺にね何ぼかあったんですけど、なので若干ねこの辺あるかな、ちょっとぼかしのとこがちょっとね怪しいところあるんですけど、こんなはずでは。サクサクってやった DIY にしては上出来ではないでしょうか。やるじゃないか。わかんないですもんね、こうやって見たらね、パッと見ね全然。はい、いかがだったでしょうか。今日塗ったのはソリッドですね。ソリッドのホワイトなので、比較的ですね補修もしやすいです。しかも場所っていうのが軽トラの煽りの内側ってことで、そんなに目立たない場所ですし、そもそもね傷もいってて、ざっくりとした補修っていうことなんで、この程度のね、補修塗装でよければ全然自分でもねできるレベルだと思いますし、今日使ったガチ塗りプライマー、これを使えばですねさらに作業も楽になるので、こういったね小傷で悩まれている方多いと思います。そのままだとみっともないけどがっつり直すまでもないみたいな、ちょっとしたね補修とかをしたいな、検討したなって思われている方、少しでもですね参考にしていただければと思います。よろしくお願いします。ちなみにですね今日はソリッドだったので白塗ってね、それでも塗装は終わりでしたけど、これがメタリックとか入っててクリアもねある場合は、カラー拭いた後にもう一回クリアを拭いて、でその後乾燥させて磨きっていう風な形になります。でそうなるとちょっとね難易度は上がりますが、今日みたいなねソリッドっていうのは比較的取り組みやすいので、
ということで、今回も最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。ありがとうございます。あ、そういえばね、この1週間の間にね、髪切ったんですね。もしこの動画が気に入っていただけましたら、高評価ボタン、そしてチャンネル登録、この方をぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。 YouTube 以外にもブログや Facebook、Twitter、Instagram と各 SNS もやっております。ご質問やお問い合わせ等は SNS の方からでも受付しておりますので、ぜひフォローしてやってください。よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。暑くなってきた。まずですね、こちらを見ていただきたいマスキング、足付けはね、マスキングじゃない。ここにですね、バン、こちら。ガチに、今日使うのは、リアクションポリッシャー。軽トラの煽りの内側ってところで、